結論から言います。会社が3日で元に戻るのは努力不足ではありません。変化を止めているのは結論の出ない会議です。会議は安心と面積のために増殖します。議事録と倫理が増えます。だから改革は3日で戻ります。ようこそ失敗博物館へ。本日の展示は改革が通常運転に回収される仕組みです。展示は3つ。会議、評価、責任、順に解剖します。月曜、キックオフです。変えるぞ、スピードを上げる、現場に任せる。資料は立派で空気も熱い。ところが木曜、チャットは静まり、倫理が増え、会議が戻ります。来週にはいつもの会社。これは人が弱いからではありません。自分を責めないでください。戻るのは設計の問題です。まず会議です。会議自体が悪いわけではありません。問題は会議が増える理由です。改革が始まると不確実性が増えます。不確実性が増えると組織は安心が欲しくなります。その安心の作り方が会議です。合意を取れば安全、議事録があれば免責、関係者を入れれば責任が薄まる。こうして会議は意思決定のためではなく免責のために増えていきます。結果、現場はこうなります。決める時間はない。報告する時間だけある。改革は会議で丁寧に止まります。次に評価です。改革で増えるのは新しい行動です。試す、決める、早く動く、小さく失敗する。でも評価が古いままだとこうなります。失敗は減点、前例は加点。波風を立てない人が安全。つまり会社は改革っぽい言葉を言いながら評価で通常運転を加点してしまいます。現場はすぐ学習します。変えるほど損をする。やらない方が得だ。この時点で改革は半分を割っています。最後に責任です。改革の現場で増えるのは失敗の見える化です。小さく試すほど失敗が記録として残ります。ところが責任の設計が古いと失敗はこう扱われます。挑戦のコストは現場が払う。成功の利益は組織が取る。失敗の責任は個人に落ちる。これでは動けません。人はリスクを避けているのではなく、リスクが個人に集中する設計から逃げているだけです。すると何が増えるか。改革そのものではなく免責のための仕組みです。倫理と承認が増殖します。まとめます。会議が増殖する。評価が古い。責任が個人に落ちる。この3つが揃うと改革は必ず元に戻ります。なぜなら会社が報酬するのは変化ではなく通常運転で事故らないことだからです。だから最初にやるべきは気合でもスローガンでもありません。そしてこの戻る力は会社だけの話ではありません。制度でも行政でも国家プロジェクトでも同じ形で起きます。設計が変わらない限り現場は戻ります。次回は戻る力の社会版を展示します。本日お持ち帰りいただくのは一つ。報酬と責任が変わらない改革は会議が増えるだけ。